大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニングを自分も取り入れてみるのはどうかと厳格な自分に提案してみたら無意味であると即座に否定されたものの最終的にライバルであるジェンティルドンナに大差勝ちの成果を出すビルシーナ。やだ。トレーナーと結婚したい。結婚してくれなきゃやだ。何をしているの？もう一人の私。あら、厳格な私。最近学園で流行しているでしょう？大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニング。担当馬娘の勝利への意欲を将来の目標と結びつけることでトレーニングへの集中力を高める育成法ね。よく理解しているじゃない。当然よ、私は厳格ビルシーナ、あなた自身なんだから。私だって一番を目指す馬娘よ。新しいトレーニング方法には常に関心を持っているんだから。ねえ、もう一人の私。あのトレーニング、私もやってみようかと思うの。無意味よ。即答するのね。もう一人の私はすでに十分すぎるほど一番を望んでいるわ。そのための努力も一度として惜しんでいない。今更あの方法を取り入れたところで競技者として得られるものはほぼないわ。そんなこと、やってみなければわからないでしょう？わかるわよ。もう一人の私がトレーニングを口実にしてトレーナーさんに甘えたいだけってこともね。違うわ。そんなことない。では抱きしめてもらう工程は省きましょう。それだと意味がないじゃない。ほら。今のは違うのよ。何が違うのよ。抱擁によって得られる安心感がその後のトレーニング効率に影響を及ぼす可能性があるでしょう？ならシュバルにお願いしましょう。それはダメよ。なぜ？担当トレーナーでなければ、意味がないから。認めてしまいなさい、トレーナーさんに甘えたいだけだって。違わないけど。だったらトレーナーさんにも素直に言ったら？私はトレーナーさんに甘えたいですって。言えるわけがないでしょう。別に私はもう一人の私がトレーナーさんに甘えるのを否定しているんじゃないの。それが一番になるために必要ならむしろ肯定するわ。応援してくれるの？一番になれるのならね。だからその効果を確認するためにもトレーナーさんに甘えたいですって真っ向勝負を仕掛けなさい。それができたら苦労しないのよ。まあ、そうね。だからこそトレーニングにかこつけて甘えようとしていたくらいだものね。っていうかあれって甘えるというか特殊なプレイにしか思えないのだけれど。まあこの際なんでもいいわ。大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニングをトレーナーさんにお願いしてみなさいよ。それはそれで恥ずかしいというか。あなたね違うの、勘違いしないで。どういうこと？トレーニングとしてなら頼めるわ、頼めるけど。なんなのよ、歯切れが悪いわね。やだ。私と結婚してくれなきゃやだ。わかる？私がこれをやるということがどういうことか。つまり厳格である私もそれをやるってことよね。なかなかきついものがあるわね。そもそもあのようにダダをこねずとも甘える方法はあるでしょう。直球はやめてね、私にはハードルが高いわ。簡単な話よ、一歩ステップを踏めばいいの。つまり急がば回れね。どういうこと？いきなり結婚してって言ったらトレーナーさんも困惑するでしょうね。まあ。でもスケルさんたちのように日頃から距離感の近い関係ならそれはごく自然なことよ。理屈としてはわかるけど。決まりね、自然にゆっくりトレーナーさんとの距離を縮めていきましょう。時間はかかるかもしれないけど着実にゴールを狙えるわ。具体的にはどうやって？会話ね。相手をより深く知るためには会話を重ねるのが基本よ。なるほど。じゃあ私をトレーナーさんと思って話題を振ってみて。わかったわ。ご趣味は、お見合いじゃないのよ。なら、休日は何をして過ごしていましたか？事情聴取でもしているの？難しいわね。もう一人の私の話し方が硬すぎるのよ。なら厳格な私が手本を見せなさいよ。いいわよ。5本。ごくり。好きな女性のタイプは？踏み込みすぎよ。距離を縮めるのでしょう？崖から飛び降りろとは言ってないわ。仕方ないわね。だったら、私のここ、空いてますよ。厳格な私？これなら距離を詰めるだけでなくさりげなくアピールもできるわ。
さりげないなんてもんじゃないでしょ。わがままねこのままじゃ何も解決しないわ。もう面倒だわ、来なさい。ちょっと、どこに連れて行くの？今日はトレーニングないからもう帰ってたのかと思ったよ。すいません。突然。いいんだよ、気にしないで。ごめんなさいねトレーナーさん。もう一人の私がトレーナーさんに会いたいってダダをこねちゃって。へえ、そうだったんだ。ちょっと厳格な私、適当なこと言わないで。そっかそっか、やっぱり俺たちって気が合うのかも。え？実は俺もビルシーナに会いたいと思ってたんだよね。トレーナーさん、それって。チャンスよもう一人の私、今なら押し倒せるわ。バカなこと言わないで。打倒ジェンテルドンナのためにこれからのトレーニングについて相談したいと思ってたんだよ。ですよねじゃあ早速なんだけど本題に入っていいかな？待ってくださいトレーナーさん。相談を始める前にもう一人の私の状態を確認しておきたいんです。ビルシーナの状態？明らかに集中力を欠いているわ。そうなのか？違います。本当に？本当よ。ではジェンテルさんに書くための具体的な方針を答えてみなさい。え？ほら、答えられないでしょう。急に聞かれたからよ。普段のもう一人の私ならすぐに答えられるはずよ。言われてみれば今日のビルシーナは少し様子がおかしい気がするな。トレーナーさんまで。原因は明白よ。何か心当たりがあるのか？言わなくていいわ。もう一人の私はトレーナーさんに甘えたいんです。厳格な私。甘えたい？違います。違わないでしょう。違わないけど言わないで。違わないんだ。トレーナーさんは黙っていてください。ごめん。まったく、手のかかるもう一人の私ね。誰のせいよ。トレーナーさん、もう一人の私を抱きしめてあげてください。厳格な私？抱きしめれば治るの？ええ。どうして厳格な私が勝手に決めるのよ。トレーニングへの集中力を取り戻すためよ。それに私はもう一人の私でもあるの。これがベストな方法だということはもう一人の私も理解しているでしょう。それは。いいけど。え？どうかな？これで不調が治るなら手軽でいいね。ビルシーナ？おーい。大丈夫か？顔は真っ赤で脳内は目白色。けれど迷いは消えているようね。もう一度聞くわ、もう一人の私。ジェンテルさんに勝つためには序盤から主導権を握ること。相手の動きに合わせるのではなくこちらから展開を作るべき。そして、最終コーナーまで余力を残し直線に入った瞬間迷わず仕掛ける。検証完了ね。検証？トレーナーさんに甘えることでもう一人の私の迷いは消えトレーニングへの意欲も大きく向上しました。言われたままハグしただけだけど。つまりトレーナーさんに甘えるという行為はもう一人の私が一番になるために有効な手段ということが立証されました。今のやりとりが何よりの証拠です。それはよくわからないけどやる気が出てきたならよかったよ。トレーナーさん、提案があります。提案？少し耳を貸してもらえますか？ああ。ごにょごにょ。ごにょごにょ。ふむふむ、なるほど。わかった、ビルシーナが望むなら採用してみよう。試す前から否定するのは良くないからな。効果がなかったらやめればいいだけの話だ。え？何を採用するんですか？大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニング。え？大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニングを明日はやってみようか。実は俺も少し気になってたんだ、あのトレーニング。ちょっと待ってください。さっきの提案ってそのことだったんですか？ええ。厳格な私、勝手に変な提案しないで。トレーニングへの意欲を大きく向上させる効果が確認できたもの。確認ってさっきのハグだけでしょう？十分な結果が出ているわ。出ていないわよ。でも今のビルシーナはさっきよりもずっとやる気があるように見えるよ。それは、否定できないのね。うるさいわね。明日トレーニングを試してみて効果があるなら恒常的なトレーニングとして取り入れるのもありかもしれないな。恒常的に？無理にとは言わないけど。
やります。そして絶対に結果を残します。じゃあ明日に備えて帰ります。おう。期待してるよ。レースで勝てば毎日トレーナーさんと大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニング。もう一人の私、顔がだらしないレベルで緩んでいるわよ。ジェンティルさんには悪いけど、次のレースは勝たせてもらうわ。聞こえてないわね。1着はビルシーナ、1番人気のジェンティルドンナに圧倒的大差で勝利。やりました、トレーナーさん。よく頑張ったな、ビルシーナ。じゃあ私をお嫁さんにしてくれますか？やだ。ビルシーナ？ジェンティルさんに勝ったんだからお嫁さんにしてくれなきゃやだ。落ち着いてくれ、ビルシーナ。こんな大差をつけられて負けるなんてね。無様なことこの上ない。じゃあギュッてしてくれなきゃやだ。そう。それがビルシーナさんのパワーの源ですのね。ならば私もそのパワーを次のレースまでに身につけてみせますわ。大好きカウントお嫁さんチャレンジトレーニングはこうやって学園中に蔓延していくんすね。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。